FW15C のパート7です。今回はデーモンヒルをクローズアップしたいと思います。デーモンヒルがテストドライバーからなぜレギュラードライバーに昇格できたのか、なぜ3勝を挙げてトップドライバーになれたのか、その辺の理由を紹介したいと思います。デーモンヒル・ウィリアムズ入りの経緯は、前任のテストドライバーマーク・ブランデルが91年ブラバムからデビューが決まり、ウィリアムズとの契約を打ち切った。前任のテストドライバーはマーク・ブランデルさんでしたが、91年からブラバムのレギュラードライバーになったので、テストドライバーを辞めてその座が空席となりました。国際 F3000 で戦闘力のない車で苦戦していたヒル。テストドライバーの空きができたと聞き、90年末にダメ元でウィリアムズへ連絡した。アーバインら他のドライバーもいたが、ヒルが選ばれた。テストドライバーに空きができたと聞いて、ヒルは自分で連絡をしてそのチャンスに飛び込んだわけです。で、めでたく選ばれたと。91年は国際 F3000 に参戦を継続しながらウィリアムズのテストドライバーを開始。92年はブラバムのレギュラードライバーを務めながらアクティブサスの開発を担当し、マンセルのチャンピオン獲得に貢献した。92年、今度はデーモンヒルがブラバムのレギュラードライバーになります。そしてテストドライバーも継続します。アクティブサスの開発をしてマンセルのチャンピオン獲得に貢献をしました。テストドライバーの実績を認められて93年レギュラードライバーとなったデーモンヒル。晴れて93年レギュラードライバーになれたわけなんですけれども、どういった評価をされてなれたのか、それを紹介したいと思います。まず最初は空力デザイナーのニューウェイさんのインタビューです。92年を通じて彼はテストドライバーとして開発作業の一翼を担い、とても有能でいい仕事をし、かなり速いドライバーに思えた。ニューウェイさんはヒルを高く評価してますね。私を含めたエンジニアグループはフランクにデイモンをレースカーに乗せるべきだと働きかけた。レースに出てほしいと思うぐらいですから、本当にヒルのことを信頼していたんだと思います。開幕戦では何度かスピンをして落ち込んでいるように見えた。けれども彼は自力で立ち直り、最初の苦い経験を乗り越えた。シーズン前半での彼の成長の速さは本当に驚くべきものがあった。開幕からの数戦はあまり力強くありませんでしたけども、間もなくプロストを脅かすような速さになりました。次はアクティブサスの生みの親パディ・ローさんです。エンジニアリングチームでは私が中心になって彼の昇格を強く支持していたんだ。私はデーモンの大ファンだった。パディ・ローさんもヒルを高く評価してますね。私にとっては考えるまでもない選択だった。彼の速さはテストで明らかにされていて、態度は真面目でプロフェッショナルとしての意識が高く、しかも落ち着いていた。すごい絶賛してますね。速さも評価してますけども、仕事への取り組み方、意識の高さを強く評価してます。ニューウェイさんもパディ・ローさんもこの時の F1 の世界でのトップのエンジニアですから、この2人にこれだけ評価されていたというのはすごいことだと思います。次はデーモン・ヒル本人のインタビューです。ヒルが93年をどのように挑んだのかというのを紹介したいと思います。93年はどんなシーズンだった？この世界では機会は一度しか与えられず、それを活かせるかどうかなんだ。結果を出せず期待に応えられなければ、1年限りで放出されたはずで、そういうものだと承知していた。ウィリアムズの1年目ですけども、ヒルは最初から強い覚悟を持って挑んだことがわかります。結果を出せなければ、クビになっても当たり前だと。アイルトンはウィリアムズでドライブしたいと公言していたし、アランのようなドライバーと比較されるのは楽ではなかった。まずアイルトン・セナが前年からウィリアムズに入りたいと言っていましたから、ヒルはウィリアムズのシートにやっと乗れたのに、いつもセナにその座を脅かされているという状態だったとも言えます。いきなり組んだのが速いプロストですから、プロストとも比較されてしまうと。普通に考えれば精神的に楽じゃない状況だったわけですけども、ヒルは落ち着いて仕事に取り組んだわけです。シーズン中盤勝利を目前にしながら度重なる不運に見舞われたが、後半戦に3連勝を達成しランキング3位。シーズン中盤に何度か勝てそうで勝てないレースがありましたけども、後半戦で挽回をして3連勝してランキング3位となりました。無事に
トップドライバーの一員となったわけです。はい、デーモン・ヒルがウィリアムズの1年目で成功できたのはこの4つの理由があると思います。ヒル成功のポイント。1、F3000 で辛い時期も冷静にチャンスを探していた。2、ウィリアムズに自分で連絡をして売り込んだ。3、テストドライバー時代に速さを証明し、技術者との信頼関係を築いた。4、最初から結果を出す覚悟。周りに左右されない信念があった。はい、F3000 で辛い時代を過ごしていても自分に何かチャンスはないかと冷静に探していたわけです。で、そのチャンスに飛び込んだと。テストドライバーになれた後もきちんと仕事をこなして技術者からの信頼を獲得して速さもアピールしたと。そしてウィリアムズの車に乗るからには最初から結果を出すという強い覚悟。セナやプロストという存在が近くにありながらそういった周りに左右されない強い信念があったということだと思います。デーモン・ヒルはいい車に乗ってるから勝てたという論評を目にしたことがあります。私も当時そう思っていたかもしれません。ですけどもこうやって分析してみるとデーモン・ヒルは自分でチャンスを探してそれをつかみ取ってトップドライバーになるべくきちんと階段を自分で登ってきたということがよくわかります。セナやシューマッハのような派手なドライビングではありませんので一見地味に見えるデーモン・ヒルですけども紛れもなくトップドライバーでありこの後チャンピオンを取ることが納得できるドライバーだったと思います。